ンは大学で友達ができ、自分なりに必死に生き直そうとしていた。姉を失い、父との関係を断ち切れないまま、それでも過去に縛られ続けるだけの人生には戻りたくない。ただ運命はいたずら好きで、親しくなった友達2人はファーの友人と付き合っていて、学内でも街でも逃げ場のない距離にいつもファーの存在があった。視界に入らない日はなく、気づけば名前を呼ばれなくても背中の気配だけで心が揺れる。遠ざかろうとすればするほど運命は容赦なく2人を引き寄せた。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ある日、友達全員で夕食をしようという話が出てきた時、ファーはフンと気まずくなるのを避けるため本当は行かないと伝えていた。それでも結局考え続けた末に遅れて姿を現す。フンの前に立った瞬間、ファーはもう後戻りできないことを理解していた。友達は2人の間に張り詰めた空気を一目で察し、ノースが単刀直入にフンに問いかける。フンはファーとの過去を語り、会えば会うほど抑えきれなくなる感情と、あの時自分が選んだ別れを今も後悔していることを正直に口にする。もう期待はしない。期待しなければ傷つかずに済むと自分に言い聞かせながら、それでもどんな形でもいいからファーの人生のそばにいられるならそれでいいと取り繕うことなく本音をこぼしてしまう。その言葉は震えていて、諦めと願いが同時に滲んでいた。そこで友達が出したのが、匿名で毎日ファーに食べ物を届けるという案だった。フンは必ず短いメモを添え、自分だと気づかれないようノースの友人に託してファーの元へ運ばせる。ファーは学校の人気者で、差し入れを受けること自体は珍しくなかったが、それでもフンのメモだけは確実に目に留まった。そこには好意を押し付ける言葉も見返りを求める一文もなく、ただ今日もいい一日でいてほしいという願いだけがあった。その静かな温度がファーの心に残り続ける。ファーは次第にそのメモを待つようになり、読む時間が一日の呼吸になる。誰かに求められるのではなく、ただ存在を肯定される感覚に知らぬ間に心が傾いていく。毎朝手に取るその小さな紙切れがファーの一日を変えていった。やがてフンは初めてチョコミルクとメモの返礼を受け取り、胸がいっぱいになるほど喜ぶが、同時に拭えない不安も募る。今までファーは自分を弟としてしか見ていなかった。もし正体が知られたら、また越えられない一線を引かれてしまうのではないか。その恐怖が喜びに影を落とす。友達全員が自分のことのように喜んでくれる中、フンだけは不安を抱えていた。ノースは唯一の方法として待つのではなく、自分から動くしかないという。フンはポラロイドカメラで自分の日常を記録し、写真に言葉を書き添えて文通を続ける。一枚一枚の写真にはフンの見ている世界と伝えきれない思いが静かに焼き付けられていた。ファーは会ったこともない相手に恋をしている自分に気づきながら、同時にもしその人が突然消えたらどこへも探しに行けないという事実に気づかされる。友達に背中を押され、相手を知りたいと願うようになった瞬間から、ファーは他の人から贈り物を断り始める。それは誰かを選ぶ行為であり、同時に自分の心を裏切らないための選択だった。そんな中、食べ物を届けていたノースの友人が怪我をし、受け渡しは学園内のカフェへと変わる。夜にフンが預け、朝にファーが取りに行くという静かなやり取り。風邪だと書いた手紙に薬と電話番号が添えられていた時、言葉よりも雄弁に心の内を語っていた。ファーの誕生日、友達全員で集まったカフェは大雨で停電し、フンはトイレに閉じ込められてしまう。暗闇が苦手なことを知っていたファーは迷わず駆けつけ、扉が開いた瞬間、フンは反射的にファーに飛びついて抱きしめる。その夜、家に帰ったファーはプレゼントを開けながら、フンの筆跡と毎日届いていたメモの筆跡が同じだと気づく。弟としてしか見ていなかった過去と手紙の向こうで好きになった内面が重なり、もしこれがフンなら自分は本当にフンを好きなのだと初めて迷いなく言葉にできた。みんなで夕食に行くと言いながら、フンだけを車に乗せ別のレストランへ向かい、文通している相手が消えたら悲しいと釘を刺す。その言葉にはもう失いたくないという切実さが込められていた。フンはやっと姉が目指していた医学部ではなく、自分の人生として
カメラの道を選ぶ決意を固める。その直後、ファーから会いたいというメモ書きが届く。顔を知られたくなくて帽子とサングラス、マスクまでつけ、声も出さず筆談で会いに行く。ファーに手を取られ優しくキスを落とされた瞬間、フンは感情を抑えきれず泣き出してしまう。目を閉じているから大丈夫だと言われ、装備を外したらファーがすかさず目を閉じたまま涙を拭ってくれた。唇にも触れられ初めての口づけをする。柔らかい唇が好きだとファーはささやいた。帰ってきたフンは友達に囲まれて事の成り行きを聞かれ、カフェからの帰り道、ファーは偶然を装って現れ、フンを家まで送ろうとする。友達全員が背中を押し、フンを送り出す。それでも翌日冷静になれば、ファーは自分をただの弟としか思っていないかもしれないと気を落とす。友達と相談していたら、ファーのメモにはもう一度会いたいから公園で待っているとあった。今回ファーはすでに心を決め付き合ってほしいと告白する。それでもフンはマスクの下に隠れていたのは、ファーがずっと弟としか思っていなかった自分をさらけ出すことに躊躇した。去ろうとするフンをファーが必死に止めて、10まで数えるから待つという。準備ができていなければ帰っていい。以前と同じように文通を続け、どれだけ時間がかかってもいい。その声は優しくて確かで、逃げ場を与えながら同時に引き止めていた。長いようで短いカウントダウンが始まり、1で振り向いた瞬間、フンは一気に胸へ引き寄せられる。家に帰ると、実は誕生日の時点で気づいていたことを明かされ、恥ずかしさからフンはシャワーへ逃げ出した。朝になって隣にいない恐怖を思い出したファーが血相を変えて部屋を飛び出すと、そこには朝食を作るフンがいた。二度と失いたくないと強く抱きしめ、実家へ連れて行き、恋人として紹介し、緊張するフンをよそに両親は穏やかに微笑んだ。正直ファーのようにずっと待てる人間がそれでも待てないという瞬間の破壊力は尋常じゃない。待たせるなとフンの肩を掴んで揺さぶりたくなるほどだった。旅館の夜、ハッピー姿のフンを目にした瞬間、ファーの理性はついに飛ぶ。その静かな一瞬は爆雷のようで、私の心は一気にファーに持っていかれた。普段の穏やかな人物像とベッドで見せるむき出しの欲望、そのギャップがあるだけで心は簡単につかまれてしまう。旅行から戻ったある夜、眠っているフンの電話をファーが取った瞬間、受話器の向こうから父の罵倒が叩きつけられる。フンを守るため、ファーは父に関わってきた違法ビジネスの証拠を集め、二度と近づくなと突きつけた。その時初めて、以前フンが自分との連絡を絶った理由が父の存在だったのだと理解する。それでも今回は父に何を言われようと、もうファーを一人にしないとフンは約束する。逆上した父はフンの学校に乗り込み、彼を思いっきり殴りつける。しかし今回はフンも黙って耐えることができず、必死に反抗した。ちょうどそこへノースが現れ、フンをかばって父ともみ合いになり、殴られてしまう。傷ついたノースを見た恋人のヨハンは迷いなく復讐に向かおうとするが、ファーが静かにそれを止め、代わりに父の違法資料の件を伝える。そして2人で告発し、父は警察沙汰となった。フンは父に認められたくて愛されたくて、これまでしてきた全てのことが父の前では何の意味も持たなかったと一人こぼす。するとファーはこれからは自分がずっとそばにいると迷いなく約束する。また次回お会いしましょう。ではでは。